皆さんこんにちは。今日は少しやり方を変えまして、いつも暗いお話ばかりをしてますので、アバターを使って楽しくご報告していきたいと思います。とうとう日本の経済は戦後最悪だったリーマンショックを超えて落ち込んでしまいました。これは2008年から2012年前のリーマンショック以上の不景気に日本は今迎えたことになるのですね。内閣府が最近発表した2021年の国内総生産、いわゆるこの GDP のマイナス成長は34年ぶり。去年の2020年度も前年比 4.6% 減と、その落ち込み幅はリーマンショックがあった2008年度、これは3.6% 減なんですが、それを超えて戦後最大の不景気の状態になっているわけですね。これは新型コロナウイルスの感染拡大で政府が東京などに緊急事態宣言を発令した時期と重なっているわけです。そしてこの緊急事態宣言は今も継続して景気に悪影響を及ぼしているわけですね。で、その緊急事態宣言が個人消費を低迷し、経済全体を押し下げたわけです。新型コロナウイルスの拡大による世界不況と直面しているその原因は、このようなコロナ対策に失敗したことに大きな原因があります。緊急事態宣言をせずに外国からの感染者入国を止める、そのことをここでは訴え続けているわけですね。それによって緊急事態宣言をする必要はないものと考えているわけです。その大きな不況の原因は、未だに日本政府はコロナ感染者を入国させ続けていることにあるのです。現在、緊急事態宣言が続いておりますが、未だに感染は収まる気配を見せておりません。感染が始まって以来、最初に封じ込めるべき海外からの感染者入国を未だにストップできていないのが現状で、そのことを続けて感染防止の対策をしているのが現在の新型コロナパンデミックにつながっているわけです。外国からの感染者入国さえ止めることができれば、日本人の公衆衛生上の高さから見て、緊急事態宣言などをせずに経済を回していけるのではないかと考えています。緊急速報として、現在の海外からの感染者入国の状況についてお知らせしていきたいと思います。というのも、現在の感染拡大は感染者入国が止まらないということにあり、それがストップできない限り、どんなに日本で緊急事態宣言など感染防止対策を取ろうとしてもです、パンデミックは続いていくからに他なりません。特段の事情で認められた外国人入国が最近の4月で13,963 名、新規入国を含めますと17,557 名の外国人が入国しております。一人たりとも入国できないはずの外国人の入国が17,557 名となって、その中で感染者入国が
続いているわけです。4月、日本人感染者入国を含めると292名が感染者が入国しており、さらに5月10日までに98名の感染者を入国させ続けているのです。すでに今年だけで5月10日までには600名以上の感染者が日本に入国しています。そのような状況下で緊急事態宣言を開始し、飲食店に対する営業時間短縮、外出自粛の要請、テレワークの徹底など自粛要請をしているのが現状なのです。アメリカジョンズ・ポプキンズ大学の集計によりますと、新型コロナウイルス感染症の死者が5月17日ですね、世界全体で300万人を超えました。国別の死者数は米国が最多の56万人で、ブラジルが36万人、メキシコが21万人と、南北米大陸の3カ国の多さが目立っているわけです。同じ米ジョンズ・ポプキンズ大学の集計によりますと、現時点で感染が確認されたのは世界全体で約304万人、国別では米国が約98万8000人と最も多く、スペイン約22万9000人、イタリア約19万9000人、フランス約16万6000人などと続いているわけですね。死者もアメリカが最も多く5万6000人を超えており、イタリア、スペイン、フランス、英国はいずれも2万人を超えてきました。感染者は同日1億4000万人を上回っているわけです。新型コロナの死者が200万人に到達するのに1年以上かかっていますが、200万人から300万人に増えるのにかかったのはたったの3ヶ月に過ぎません。1日あたりの死者数が最も多いのはブラジルで、世界で新たに報告される死者4人につき1人の割合が死者となっているわけですね。インドでは6月5日、1日あたりの感染者数が10万人を超えました。それまでは1日で10万人以上の感染者を出したのはアメリカだけだったのですが、日本もこのまま外国からの感染者入国を続けていると同様の結果になることが予想されているわけです。このようなことから日本においては決して新型コロナが風邪やさざ波などと軽視することはせず、十分すぎるほどの警戒が必要なのですね。これは、空港入国における感染者入国数の合計であります。厚生労働省で、報告されておりますが、令和2年3月66名、令和2年4月80名、令和2年5月45名、令和2年6月124名、令和2年7月227名、令和2年8月197名、令和2年9月173名ですね。で、令和2年 10月217名、令和2年11月354名、それから令和2年12月360名、令和3年1月249名、令和3年2月74名、令和3年3月172名、令和3年4月307名、令和3年5月233名が
入国しておりますが、その中で外国人の感染者の入国数は、令和2年3月6名、令和2年4月12名、令和2年5月26名、令和2年6月93名、令和2年7月219名、令和2年8月120名、令和2年9月104名ですね。令和2年10月142名、令和2年11月226名、令和2年12月190名、令和3年1月190名、令和3年2月46名、令和3年3月106名、令和3年4月224名、令和3年5月166名が外国人が感染者として入国しているわけですね。で、これはウイルス発症者、患者、それから無症状患者で分けてみますと、トータルで5月1日、ウイルス発症者が9名、そして無症状感染者が17名、で5月2日、ウイルス発症患者が4名、無症状患者が24名というふうになるわけで、5月31日見ますと、一人一人ということになっているわけですね。1日ごとの感染者入国数であります。で、これ6月に入りますと、6月1日、最近のデータなんですけど、ウイルス発症患者が1人ですね。6月1日1人。で、無症状感染者が3名。で、ウイルス発症患者が6月2日に1人。無症状感染者が3名。6月3日ですね。6月3日がウイルス発症患者が3名。で、無症状患者が9名。で、6月4日は無症状患者が2名というような、感染者がですね、毎日入国しているということになるわけですね。で、これは外国人の入国者数なんですけど、法務省出入国管理統計、前にもご報告したと思いますが、令和3年4月、17,557名が入国しているということですね。独断の事情では、再入国で13,000名ぐらいになるわけですが、これは新規入国も含めてですね、それぐらい入ってきたと。この辺、9月からうなぎ登りに上がってますけど、これはビジネストラックであるとかね、あるいはオリンピック関係者、あるいは技能実習生とかっていう文句を開けたことによるわけですね。で、当時3000名問題、中国人に3000名問題っていうのが4月にありましたけど、それがですね、トータルで5000名、アジアだけで4000名入国していて、それがうなぎ登りに今 3.5 倍ぐらいになってると。4月には問題視されたんですが、それがどんどん航空会社のクルーであるとかですね、あるいはビジネストラックであるとかですね、技能実習生であるとか、そういうことが見え隠れしてきて、だんだん話題に上らなくなっているんですが、大きな問題ですよね。この入国者が 3.5 倍になって感染者も入国し続けているということですね。で、これは令和2年の外国人入国者数および日本人出国者数という出入国管理庁の報告なんですけど、令和2年で431万人も入ってるんですね。で、4月からは40万か50万なんですけど、この1月2月3月で300万以上も外国人が入国してたということになりますよね。で、これが再入国を特段の事情とした場合にですね、4000名、令和2年
4月4056名からうなぎ登りにどんどん増えてきて、この再入国だけで13,963名、この特段の事情が4056名だとしますとですね、再入国で13,963名もこの特段の事情、再入国で入ってきているということになるわけですね。令和2年5月、中国人だけで見ますと790名入国ですね。そうですね、790名。で、6月2110名。7月2679名。8月3798名。9月3812名。10月4485名。11月4911名。12月4632名。令和3年1月ですね、3137名。令和3年2月2910名。令和3年3月5373名。令和4年4月4262名と最も多いわけですね。ですからこの中国人の入国を止めることができるかできないかというのがね、大きなコロナ対策の鍵になっているというのがお分かりだと思いますね。全く信用できない陰性証明書で判断するというのは、これは出入国管理庁の責任というよりは、閣議決定をした政府内の親中派の問題ではないかと思うんですね。いくら国民が自粛、手洗い、うがいを実行したとしてもですね、感染は防げないということになるわけですね。我々はこの大切な日本を守らなければならない。で、緊急事態宣言は功を奏さず、その結果日本は滅びるかもしれないと。で、このような状況下で中国では再度パンデミックが発生しております。2021年5月30日、中国湖北省で発生した新型コロナウイルスの感染は、湖北省政府によりますと、2日の記者会見で、最初に拡大した武漢市で990万人の PCR 検査を実施したと。そして300人の無症状感染者を確認したと発表しております。検査は5月14日から6月1日、約1100万人とされる市民のうち、未検査の998万9828人に実施したものであります。そこで確認された無症状感染者300人と濃厚接触者1174人を隔離し、経過観察の対象としたということであります。当局では無症状感染者が他人に感染させる状況は現れていないと説明しているわけですね。現在緊急事態宣言が続いておりますが、未だに感染は収まる気配を見せておりません。感染が始まって以来、最初に封じ込めるべき海外からの感染者入国を未だにストップできていないのが現状で、そのことをこのコンテンツでは訴え続けております。感染者入国を続けて感染防止の対策を現在緊急事態宣言として実施しているのが今日本の現状であります。しかし現在の新型コロナパンデミックはかなり広がっているわけですね。で、今日は緊急速報として、特段の事情による感染者入国についてお知らせいたしました。また今後も逐次ですね、ご報告をさせていただきたいと思います。それでは最後になりましたが、パロディとしてのトランプ大統領のですね、日本国民へのメッセージをお楽しみください。それではまたお会いすることにしましょう。やあ、
日本の皆さん、こんにちは。私は今、フロリダで静かに生活しているので、ご安心してくれや。また、アメリカの大統領として帰ってくるのを楽しみにしていてくれや。グレートアメリカアゲンじゃ。ところで、安倍晋三は元気でやっておるかな？腹痛は治ったか？よく何回も起こすものだな。わしとゴルフをもっと楽しまないからだよ。もう一つ心臓からパターをもらいたかったのだが。まあいいや。ところで、大統領選挙では、日本の国民からも絶大なる支持がありながらも、アメリカでは日本以上にマスコミが中国に支配されてしまっていてな。大統領選挙ではごまかされてしまったのじゃが、日本のマスコミもアメリカのマスコミも自国民に重要なことを一切隠して通しているのはけしからんことだ。新型コロナにワクチンよりイベルメクチンがよく効くということも知ってるよ。また、新型コロナが中国のがん研究所で作られたことも知ってるよ。それからね、ここでトモさんが報告しているように、日本に中国人を入国させ続けているのも、日本のマスコミは日本国民に全然真実を発信しておらんな。もしアメリカで不正選挙がなかったら、わしが今でもアメリカの大統領として日本にいる中国びいきの政治家やマスコミの連中を懲らしめてやろうと思っていたんだが、まあ日本でこんなに新型コロナの感染者を毎日入国させ続けているとは呆れたね。それを日本のマスコミも公開しないんだな。日本の政治家は一体何をしているんだ？日本政府が GoTo トラベルにお金を無駄に使って感染拡大をさせているということも聞いて、全くもって驚いたよ。とんでもない政策だね。日本の政治家は一体何を考えているんだ？アメリカと一緒じゃないか、これは。いやー、それ以上かな。呆れたよ。それじゃあまあ、わしは今静かに暮らしたいので、この辺で失礼するよ。ごきげんよう。バイバイ。